はい、今回はヤシの木を描いてみます。まず、細長い幹があって、その点に中心があります。その中心を元にして放射状に葉っぱが出ています。例えて言えば花火のような形ですね。これですね。ココナッツツリーはここに実がついています。このような葉っぱの放射状な形。でも実はこの木には奥行きがあります。例えばこの葉っぱ、こっちに出てきてる。他の葉っぱは少し奥に引っ込んでるというような立体を意識しましょう。今回は太陽は右上から来たという考えで描きます。こうですね。大きな立体です。手前に出た葉っぱ。さあ、これで描いてみましょう。はい。では、描いてみましょうね。まず形でしたね。こんな形です。では塗ってみます。最初に一番手前に来るこの葉っぱです。これから描いてみましょう。使う色はまず緑っぽい色なんですけども、まず黄色っぽい色からですね。筆を割って塗っていきます。この葉の軸にあたる、これを葉柄というんですけども、これから描いて、そして筆を割ってこんなタッチで。ヤシの木の葉っぱは、細長い形してるんですけども、その中の一つ一つの葉っぱはとても鋭いんですね。それを描くのにこのように筆を割ります。ちょっとイエロー化加えますね。バーミリオンもちょっと入れましょう。下に来ると少し葉っぱに枯れたような色が入ってますので、こんな感じです。さあ、反対側の葉っぱもちょっと描くんですね。では、この考えができましたので、同じ方法でその隣の葉っぱも描きましょう。葉柄を描いてから筆を割って葉を描くんでしたね。人たちがヤシの木の葉っぱを描きますので、のびのびとなおかつ慎重に描いていきます。ちょっとまたバーミリオンなどの枯れた色を加えます。はい、単なる色よりも少し変化の飛んだこんな色ですね。人たち描いていきます。さらに同じ考えでだんだん上の方に向かう葉っぱを描きます。この葉っぱはこの辺り、重力の影響で垂直に細かい葉っぱが垂れています。こうですね。でも先端に向かうに従ってだんだんとこのように水平に向かっていきます。こういう小さな観察も必要でしょうね。ワンパターンにならないように、こういう部分の違いをよく見てみましょう。さあ、さらに葉はどんどんと太陽の方向、つまり上の方に向かう状況になってきます。こんなんですね。もちろん大きい葉っぱもあれば、少しまだ短めの葉っぱもあると思います。特にこれから先、この真上に向かうようなあたりですね。ここはヤシの木の中でも一番成長点にあたる部分ですので、今から描くこれらの葉っぱは
言ってみれば若葉ですね。ですので若々しい葉っぱ、そんな考えで描きます。ここは緑色が中心で、最初に描いた葉っぱのようなバーミリオンなんかはあまり入れません。若葉ですね。若葉のグループです。まだ葉っぱもあんまり開いてないですね。さあ、今度はまた下向きになってくる葉っぱですね。最初の葉っぱと同様に描いていきます。随分ヤシらしくなったでしょ。今度はここですね。バーミリオン塗ってみます。ヤシの木になんでバーミリオンですかって思ったでしょ。実はこれが秘密なんですね。バーミリオンの上にウルトラマリオンを乗っけてみましょう。そしてそのまま放置して、今度はここです。最初に描いた葉っぱの内側は日陰ですので、暗くて冷たい色でそこを塗るんですけども、この葉っぱの内側を描きながら、今一番手前の葉っぱの日向のところを描き起こしてもいます。これが重要で難しいところですね。葉っぱの内側の日陰を塗りながら、日向の葉っぱのトゲトゲしたところを描き起こすという作業です。こんな筆使い参考にしてくださいね。これで葉っぱが日陰の内側を持った立体が見えればいいですね。爪で引っかいてもいます。さあ、どうでしょうか。立体的に見えてきたですか。同じ考えでそれぞれの葉っぱの内側の日陰を描いていきます。こうですね。これは若葉の部分ですね。ここはあまり日陰を強くしなくて、あまり葉っぱのトゲトゲした感じを描きすぎないのにしながら、少しだけ影と日向を描き分けていきます。ここはみんな若葉のグループですので、同じようにまとめてみましょう。こちらですね。ここも日陰ですね。しっかりと塗っていきます。常に日向の葉っぱを残すように日陰を塗るということですね。こんな風に引っかいてもいいですよ。だいぶ立体っぽく見えたでしょ。こちらもそうですね。ただみんなどの葉っぱも同じぐらい日向と日陰があるんだということはないですね。日向が多いとこ、日陰が多いとこです。この葉っぱはですね、こちらの方に向かってくる葉っぱという考えです。ですので日陰はなおさら強めですね。どうでしょうか。さて、雰囲気ができているところで、奥行きを強めるためにここら辺もさらに、これは手前の葉っぱですのでね、日陰を強くして、これですね、実はですね、これは枯れた葉っぱなんですね。ヤシの木というのは垂直に上の方にあるのが若葉の部分、古い葉っぱはみんなこうやって下の方に、なってしまうんですね。
なので今これもう枯れてしまって、もうすぐ幹からポトンと落ちるような、そういう葉っぱを描こうとしているわけです。ですからバーミリオンを下に入れたわけですね。同じように枯れた葉っぱといえば、例えばこれです。これは枯れた葉っぱでも奥行きのある向こう側の方にある葉っぱとして今描いています。ですので、あまり枯れた茶色っぽい色は入れすぎないようにして、単純な下向きの暗い葉っぱとして描きます。ずっとこうすると表情豊かになりますね。さあ、これで若葉も枯れ葉もできたところで、この葉っぱを一番手前に来る葉っぱでしたね。ここをシャープに描き起こしましょう。日陰をしっかり入れながら、一本一本の細かい葉っぱのシャープな形ですね。このくらいしっかり描き起こします。ここはこのヤシの木の幹の日陰の部分です。ですので、手前に来る葉っぱの日向の形を描き起こすために、いろいろな日陰を活用するわけですね。ついでに幹、ちょっとボコボコした幹の質感を、日向の部分ですけども描きます。いいですね。だいぶ具体的になったでしょう。この葉っぱですね。一番手前に来るんでしたね。色も変化させましょう。枯れた色、それからまだ新鮮な緑、そして強い日向、日陰ですね。この葉っぱがぐっと手前に出ればいいですよ。さあ、これで出来上がりです。はい、今回はヤシの木を描いてみました。ポイントはこの放射状に出る枝ぶりですね。そしてその枝の奥と手前、特に手前に出てくる枝の表現です。いかがでしたか？あなたもぜひ描いてみてくださいね。それではまた。